こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回は、鬼滅の刃の時藤無一郎の日輪刀を作ってみました。カラーは、週刊少年ジャンプデジタル版に載っているカラー版鬼滅の刃のカラーを参考にしております。それでは作り方に行ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃を切り出します。型紙を使ってその形に切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を作ります。刃の根元にある文字をテンプレートを使って写し取ります。写し取った文字を切り抜いていきます。カッターナイフだと小回りが効かないのでデザインナイフを使っています。デザインナイフはホームセンターで買うことができます。工作用紙と COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。それを先ほど切り抜いた箇所の裏側に接着します。園芸用の棒を加工して芯にします。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。中には鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので皮を剥いて曲げやすくしておきます。園芸用の棒は100均やホームセンターで買うことができます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。刃をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買うことができる道具です。動画ではグルーガンを使ってますが、瞬間接着剤やこの後出てくるボンド G17 で接着してもらっても構いません。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃の峰にグルーガンを盛り付けて隙間を埋めていきます。表面がボコボコしているのでグルーガンの先端で撫でて平らに仕上げます。文字をハンダゴテの熱で彫ります。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで買うことができます。刃の端にパーツを1枚瞬間接着剤で接着します。これにて刃の組み立ては完了となります。つばを組み立てます。2枚の厚みの違うパーツを接着します。このように段差ができます。つばを刃に接着します。ちなみに瞬間接着剤はすべて100均のを使ってます。柄を組み立てます。3枚あるパーツをまずは瞬間接着剤で接着します。端が角張ってるとおかしいのでカッターで斜めに切り落としておきます。グルーガンをたっぷりと盛り付けて刃の棒部分へと接着します。隙間部分にはたっぷりとグルーガンを盛り付けて埋めておきます。柄の両端にそれぞれパーツを1枚ずつ瞬間接着剤で接着します。これにて組み立て作業完了です。次は塗装です。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。
造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとして刃に灰色、それ以外を黒で塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきたものを使っております。エアブラシを使って刃を薄い緑色に塗り上げます。使っている塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーです。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。刃の色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにマスキングテープを複数枚貼って、その上から型紙を置いてマジックで写し取ります。左右1枚ずつ合計2枚作ります。それをカッターナイフで切り抜きます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売られている商品です。切り抜きが終わったら刃の方に貼り付けます。貼り付けが終わりました。刃を白く塗っていきます。動画だと変化が分かりづらいですが、純白に塗られていっています。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも OK です。お好みの方法でどうぞ。塗り終わったら剥がします。剥がすと緑と白の2色になっていることがよくわかるかなと思います。濃いめの緑をうっすらと塗っていきます。これはエアブラシじゃないと難しい表現なので、持ってない方は省略してもらっても良いかと思います。エアブラシはおもちゃ屋さんの模型売り場などで売られています。興味ある方は使ってみてください。柄を塗りたいので、刃を新聞紙とマスキングテープで保護します。柄を緑に塗り上げます。悪鬼滅殺の文字を塗ります。灰色を細い筆で塗っていきます。残った細かな部位は筆でミスターカラーを塗って簡単に仕上げておきます。柄糸を巻きます。柄に平たい紐を巻いていく作業となります。手芸店で4メートル買いました。ずれてこないように巻きながらところどころグルーガンで接着してます。柄糸の巻き方は過去に作った日本刀の動画で詳しく解説しますので、気になる方はそちらをご覧ください。端まで来たら柄糸を結んで仕上げます。端の結び方は詳しく解説してくれているサイトがありますのでリンクを貼っておきます。というわけで刀本体の完成です。全長は100センチ、重量は 120g となっております。中に鉄の棒が入っておりますので、とても丈夫です。このように振ったりしても折れることはありません。鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。このスプレーを使うと接着が非常に早くなり、こういった接着しがたい箇所も楽に接着できます。ホームセンターの接着剤売り場にあります。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。引き続き端と端を接着します。ここもアルテコスプレーを使います。こういった箇所の接着が本当に楽になるので、ぜひ皆さんも一度試してみてください。鞘の両端に様々なパーツがあるので、それらを瞬間接着剤で接着していきます。これにて組み立て完了です。次は塗装となります。刀と同じ手順で塗装します。まずは造形ベースを塗って、ラッカースプレーで黒く塗って、細かいところはミスターカラーを筆で塗ったら完成となります。鞘の全長は80センチ、重量は 50g となります。一通り作るのにかかった制作時間は15時間、材料費は2000円となっております。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点なども載せております。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽にどうぞ。鬼滅の刃の動画は他にもいろいろあります。炭治郎、善逸、伊之助の日輪刀、三利、煉獄、忍、義勇の日輪刀。アクセサリーもいろいろあります。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter やサブチャンネルもやってます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。